こんにちは、ギターの上谷です。今回はカルカシの25のエチュードから第4番を使ってスラーの練習をしていこうかなと思います。この曲はアルペジオとかポジション移動とかそういった要素もありますけども、やっぱりメインはスラー、特にプリングオフかなと思います。譜面をパッと見てもスラーの嵐、全小節にスラーがあるっていう曲なんですけども、しかも多分これ全てプリングオフですね。スラーって何とかプリングオフって何とかそういった基礎知識については別の動画でお話ししているので、概要欄にリンクを貼っておきますので、よかったらそちらをご覧ください。プリングオフっていうのはこれですね。この部分ですね。左手でこうやってここですね。こんな風に左手で弦を弾くことで音を出す、そういう奏法ですね。このプリングオフのコツなんですが、まず指をあまり持ち上げないっていうことがあります。どういうことかっていうと、こういう風に、これあんまり良くない例なんですけど、上に持ち上げちゃうんですね。これはあんまり良くない。どうやってやるかっていうと、こんな感じです。右手でまずシの音を弾いて、その後ほとんど指板に沿うように下ろしてくる。握るように指を曲げてこう持ってくる。こんな感じですね。で、持ち上げるっていうのはこういう感じで上に持ち上げる。こうなっちゃってる人結構多いんですけど、これはあんまり良くないです。この方がしっかりクリアな音を楽に出せますね。こんな感じです。小指のね、行き先を見てほしいんですけども、これが割と楽に出せる方法で、ありがちなあんまり良くない例がこういうふうに上に持ち上げちゃう。で、ただこれは今1弦にスラがあるのでこれでいけるんですけど、例えば2弦3弦にこう移動して2弦でスラを同じようなスラをするとしたら、こういう感じですよね。で、今1弦に触っちゃってますよね。で、1弦を使ってない場合はこれでいいわけですけど、1弦を鳴らしてるような場合、こんな風にこの音を鳴らしたい場合にはこの小指1弦に触っちゃダメなので、そういう時はね、ちょっと上に持ち上げないとダメですよね。それでもあんまりこういう風に極端にね上に持ち上げようとするとバランスを崩すので、ギリギリ触らないぐらいでいいです。この1弦を鳴らす必要がない場合は2弦上のスラでも同じことですね。こういう風にむしろ1弦にアップアンドするみたいな、こんな感じで1弦で小指を止めるぐらいに、そういう動きにした方が楽にクリアな音が出せます。あともう一つ気をつけた方がいいのは、この押さえてる指、この今最初の小節ですけども、この時、1の指と3の指ですね、この指を動かさないようにっていうことです。そんなに動くのかなって思われるかもしれないですけど、意外とスラをやるときにこうつられて動いちゃう人が多いんですね。で、こういうふうに、ちょっと大げさにやってますけど、こうスラのこの動きにつられてこう動いてきちゃうってことですね。で、これはあまり何もいいことないので、つられて動かないように。まずつられて動いちゃうと、小指がせっかくスラーをしようとしても、なかなかスラーが現実にはできてないっていうことになってますよね。なのでこれをしっかり止めたままサクッとこう動かしちゃう。
ってことですね。であと、もっと深刻というか大きな実害としては、こうやってこれ下げてくると音程狂いますよね。そういうこともあって、この支えの指はね、しっかり動かさないようにするっていうことです。でただ動かさないようにするっていうと、じゃあギュッとこうしっかり押さえ込んでみたいに思いやすいと思うんですけど、それは逆効果なんですね。あんまりギュッとこう押さえ込むのはかえって良くなくて、ごく軽く必要最小限の力でっていう意識が大切です。現実にはなかなかその必要最小限でっていう脱力がね、難しいわけですけども、でも頭の隅にそういう意識は持って練習するといいかなと思います。必要最小限の力で弦を指板に押し付けるとかギュッと握るっていうよりは、フレットに留めるっていう感覚ですね。弦をね、フレットのところに留める、そんな意識でね、ごく軽く押さえることですね。そしてでも1と3の指は動かさないようにして、小指を指板に沿ってスッと落としてくる、そんな感じです。でこの曲の場合はスラーは全部一弦状だと思うので、隣の弦に触るっていうことは気にしなくていいです。そういう意味では割と練習しやすい素材かなと思いますけども、隣の弦のことは気にしなくていいので、なおのことを持ち上げる必要は全然ないっていうことですね。で実際にこの曲でスラを練習する時に、具体的な練習方法としておすすめなのは、メトロノームを使ってゆっくり練習するっていう方法ですね。で例えばこんな感じですね。今4小節弾いたんですけども、最初の4小節ぐらいでね、十分練習になるので、メトロノームを60に合わせて1小節に4回鳴らすようなタイミングでね、鳴らして弾いてました。ちょうどスラーのところとメトロノームの音とが合うようなタイミングになっているので、それに合わせて、今は60でやりましたけど、この数字はね、人によってやりやすい速度で、ただ割とゆっくりやることで丁寧な練習になるので、60ぐらいっていうのはね、悪くない設定かなと思います。大切なのはしっかり音が出せるようになるっていうことなので、早く弾くことはね、それほど重要じゃないです。少しずつしっかり出せるようになったら数字を上げて、例えば今これ96ですけども、ここら辺ぐらいまでね上げられれば、十分な速さかなと思います。メトロノームを使って練習するのはやっぱりリズムにしっかり乗ってリズムが崩れないように弾くっていうことなんですけど、スラーは特にリズムが崩れやすいですね。よくあるのがこんな感じで、ちょっと大げさにやってますけど、スラーのところだけ速くなっちゃう。あるいはちょっとスラーに入る前に緊張しちゃうのか、テンポがね遅くなっちゃったり。もちろんしっかりクリアな音を出すことが大事ですけども、リズムが崩れないようにっていうことですね。あとそもそもスラーの音がしっかり出てないと、弾くタイミングは合っててもリズムが崩れて聞こえるっていうことはあります。こんな感じで、これもちょっと大げさにやってますけど、スラーのところがしっかり出てないせいで、タイミングは合ってるんですけどリズムが崩れて聞こえちゃうっていうことですね。こんな風にいろんな実害があるので、スラーをきっちり弾けるように練習することはとても大事ですね。であと今この練習4小節目までやりましたけど、実際4小節目ぐらいまでを丁寧に練習することで十分練習になると思います。で実際5小節目からはちょっと左手が忙しくなるんですよね。コードチェンジが増えてポジション移動もあったりするので、4小節目まではそういう意味では割と
楽なので、スラに集中してね練習できると思います。なのでまず4小節目までをね丁寧に練習するのがいいのかなと思います。ただ4小節目まででも多少は移動があるので、一応そこもチェックしておくと、そこからここで気をつけるのは、なるべく小さい動きで、ここ手の全体の動きっていう意味ですけども、であとここのラインですね。このラインがあんまりこうなったり、こうなることはあんまりないと思いますけど、こういうひねりですね。こういうのができるだけ、この4小節の中ではそんな風にしなきゃ弾けないところはないと思うので、ここですね。ここのラインがほぼまっすぐで維持できるといいかなと思います。今4小節目までしか詳しくはお話ししませんでしたけども、この後もスラーの基本、プリングオフの基本は変わらないので、気をつけるポイントは同じです。でただ後半はねそれなりにポジション移動、もうちょっと難しいポジション移動が出てきたり、そういう違う難しさもあったりするので、せっかくなので曲の後半についてもまた別の動画でお話ししようかなと思います。でき次第公開したいと思いますので、よかったらそちらもご覧ください。というわけで今回はカルカシ25のエチュードの第4番を使ってスラ、特にプリングオフについてお話ししました。いかがでしたでしょうか。いつものようにご質問やご感想などぜひコメント欄にお書きください。ではまた皆さん、楽しいギターライフを。